皆さんこんにちは。私は森山達夫と言います。日本の茨城の出身です。今の上海の各館にいます。調理経験は35年以上あります。今日8種類の天ぷらを揚げていきます。キスはお店の看板です。これからキスを処理していきます。まずは骨を身から外します。次はウニを巻いていきます。さつまいもを切るときはなるべく厚みを持って皮を剥かない方がいいと思います。皮にはさつまいもが一番甘い部分があるので、皮を剥いてしまうとさつまいもの甘みがなくなってしまいます。次は天ぷらの衣の作り方。天ぷらの衣を作るときはあまり混ぜすぎないようにと言いますが、ダマを残さないように衣を研いでください。それが一番のポイントだと思います。油ですが、うちは太白という生のいっていないごまを絞った油を使っています。天ぷらを揚げた時に衣がガリガリになるんじゃなくて、ふわっと揚がるようなそんな油です。その後は温度です。だいたい180度、このぐらいの温度で揚げてください。これはある程度練習しないとやっぱりキスは難しいと思います。食べ方ですけども、キスは白身です。白身の魚というのは塩とレモンが一番合います。ウニですが、ウニはこれは刺身で食べられます。だから完全に火を通してしまってはウニの味がなくなってしまいます。ステーキでいうレアな揚げ方、周りはある程度カリッと、中はレアで、そのようなイメージで揚げてください。甘鯛は皮が美味しいです。鱗は取りません。この鱗が非常に美味しいので、鱗には粉も衣もつけないで、身だけに衣をつけて、皮がカリカリになるような感じで揚げると非常に美味しいと思います。さつまいもは甘みが非常にある野菜です。甘みを出すというコツとは、少し長い時間揚げる、少し焦げ目をつけてあげる。根菜とかかぼちゃとか、ああいう風な甘みを持った食材は少し焦げ目をつけてあげると非常に甘みが増します。下仁田ネギも同じです。これは冬だけにしか食べられない食材ですが、食べた時非常に甘いです。これもある程度焦げ目をつけてあげないと甘みが感じられませんので。アスパラですけども、アスパラは香りを残すように、あと揚げすぎてしまうと歯ごたえが全くなくなってしまいます。このかんざしというのは京都の人参の小さなもので、これは手に入りにくいものですが、食べた時にほんのり甘さを感じる人参です。これも少し歯ごたえを残すような感じ。揚げすぎてしまうと何を食べてるというかわからない。天ぷらというのはお寿司と一緒で、食材をある程度生かさないと全く美味しくないです。そこが一番のポイントなので、食材をどれだけ生かすかが大事だと思います。